からは音声を交えて解説を入れていきます。まずはモデリングですね。今回も Fusion 360でモデリングを行いました。参考にしたのは次の3つ。公式の立ち絵、ゲーム内の 3D モデル、あとは公式で配布されている MMD モデルですね。特に嬉しいのがこの MMD モデルでして、その細かいディティールだったりとか各部のサイズ感みたいなものも比較が非常にしやすくて参考になったんですけれども、やっぱりそのアニメーションとかゲーム内での演出を目的に作られているモデルだと思うので、やっぱりその現実に出力することが想定されてないですね。したがってがっつり埋め込む可動部品があったりとか、伸び縮みすることで成立する変形機構があったりして、そこの成立させるための機構作りというのに時間がかかってしまいました。基本的には全て X1C で造形したんですけれども、一部ですね、造形エリアに入りきらない部品があって、今回 GD-Tech のプラス4を導入しました。以前からですね、バンブーラボさんから大型のモデルっていうのが出ると噂はあったんですけれども、残念ながら今回は間に合わなかったというところですね。次に造形物の加工です。ここではプリント品に対してインサートナット、つまり金属のメスのネジ受けみたいなものですね。こちらの埋め込みと分割した造形物の接着、ネオジウム磁石の埋め込み、あとは細々とした各部品のクリアランス調整というのを行いました。特にですね、今回は複雑な機構に反してネジらしきものがほぼ見えないようなデザインだったので、より多くのマグネットを埋め込んで、ネジ頭を隠す必要があったと。そこでですね、作業効率化のために今回読み方 MG さんでいいのかなの公開されているマグネットインサーションツールっていうのを使用しました。言ってしまえば自動でリロードしてくれるマグネットローダーみたいなものなんですけれども、これを使うと非常に効率的に磁石の埋め込みができるというところと、もう一つ利点があって S と N の向きを変えたものを2種類作っておくことで、蓋用、受け用で磁石の向きを間違いにくくなって、これも便利という利点がありまして、非常に有効に活用させていただきました。次は地獄の表面処理ですね。今回は新しいツールとしてアルゴファイルさんのアルティマ7を導入しました。これまではプロクソンのものを愛用してたんですけれども、それに比べてヤスリの交換が楽というのと、あとは選べるヤスリの面積が結構幅広くて便利だなと思いました。ただですね、長時間使ってると持ち手の部分が結構熱くなるので、そこだけ注意が必要かなと思います。次は回路周辺ですね。で、こちらが今回作成したシステムの全体ブロック図なんですけれども、回路基板で実現するのはこの領域の部分になります。で、主な要素としましては、まず、真ん中にマイコンボード ESP32 のボードですねが乗っかりまして、それが、各種機能を制御すると。で、こちらの部分が、フォグマシンとエアポンプを制御するためのリレーの回路でして、で、こちらの部分が、主にインターフェース周りですね。操作スイッチと、あとは LCD といいますか、OLED なんですけれども、のモニターの回路の部分ですね。と、こちらの部分が、サーボドライバー。サーボが今回14チャンネル分乗るんですけども、16チャンネルまで制御できるサーボドライバーっていうのを搭載しています。で、こちらの部分が LED 周りで、LED は今回2種類制御系統を用意していて、1つ目がこちらのアドレッサブル LED、要はシリアルで制御するカラー LED ですね。こちらを、用意しているのと、あともう一つがシンプルに一色で光る LED ですね。こちらを動かすためのドライバーをいくつか搭載しています。で、それぞれの制御については、OLED とサーボドライバーが I2C、で、LED ドライバーが PWM、
アドレサブル LED がシリアル、それ以外は GPIO で制御する形にしています。次は回路基板の作成です。いつも通り TCAD で回路図、基板図を作成し、PCBWay に基板を発注します。その後、届いた生板に対してですね、各部品を実装し、基板を作成します。ちょうどこの時期コロナにかかってしまいまして、貴重な連休をベッドの上で過ごして終わらせるのは惜しいと、高熱にうなされながら設計を強行してました。ちょうどこの映像でですね、その時の状況を報告してるんですけども、ふにゃふにゃ言いながら、表面処理をしても、なんか視界が歪んでんだが、材料が歪んでんだがよくわからんみたいなことを言ってますね。そんな状況で回路設計をしていました。次はカラー塗装ですね。細かい部品は模型用のエアブラシ、大物の部品は車用のエアブラシでそれぞれ塗りました。で、色の配合については、いい感じの色をいい感じに混ぜて使いました。深く考えずにね、ガイアノッサーのサーフェイスアイボガンメタを、とりあえず入れとけば、彼がね、いい感じにしてくれます。いよいよ組み立てです。伝送部品やホグを流すホースなどを内部に這わせつつ、足先から順に部品を組み立てていきます。映像ではさらっと流していますが、ハーネス、つまり伝送部品の配線とかを同時並行で作りながら組み立てているので、意外と大変な工程だったりします。完成と見せかけて最後におまけです。一応本体のみで自立しないこともないのですが、組み立てやすさや飾りやすさを考慮してメンテナンスハンガー的なものを溶接で作りました。なんというかメカをメンテナンスするための武骨なラックっていいですよね。The shining golden side. Let your inner spark ignite. Find a treasure, a growing bright. Reach out for it and take a flight. Lucky you're not at least you tried. Chin up and yourself confined. No doubt, face on your side. You're chosen, so enjoy the ride. There are things you can control. Fortune's fickle, that's its role. Embrace the result. Stop, keep this going. 最後までご視聴いただきありがとうございます。今回は前列ゾーン0よりライカの義足を現実世界でも動くレプリカとして作ってみました。中でもこだわったのがゲーム内で冷気を吹き出す演出で、実際に冷気を出すことは難しいため、ホグマシンとエアポンプを使って表現をしてみました。
そういえばですね、おかげさまで収益化が通ってました。前回触れた通り、あと何本か動画を出さなければならなかったはずなんですけれども、投稿の1週間後になぜか収益化が承認されてました。もしかすると私の見間違いか勘違いだったかもしれないですね。一応ですね、予定していたガレージ紹介動画も撮るだけは撮ってあるので、そのうちどこかのタイミングで出すかもしれないですね。あとですね、最近いろいろ思うところがあって、メンバーシップも開設しました。現状完全ノープランの見切り発車ですが、制作途中のこぼれ話とか、あとは次回作のチラ見せみたいな投稿を少しずつしていけたらなと考えています。お仕事の現実逃避、脱サラ YouTuber への妄想といいますか、何かの奇跡でおもちゃ作りだけで生活できるようになるかもというでっかい人参。つまり動画制作の大きな原動力になるので、応援してもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひともご支援のほどよろしくお願いいたします。さて、次回作についてですが、作りたいものは山ほどあるものの、仕事がですね、また一段と忙しくなってきてまして、正直言うと首が回らない状態です。そういった意味で現状いつ何を作るといった予定は自分自身もわからないんですけれども、それでも気長に待っていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Fortune's Rico, that's his role. Embrace the result. Stop keeping score. That's the essence.